どうもこんにちは、J トミーです。このチャンネルでは映像制作に関わる皆様に役立つ情報をお届けしています。さて、今回の動画の内容は Final Cut Pro に使えるプラグインのご紹介になります。エンバト様よりご提供いただいたプラグインコレクションのご紹介、購入と導入の手順、編集方法、そしてレビューとなります。ご紹介するプラグインは一体どういうものなのか、説明に入る前にまずこちらの映像をご覧ください。はい、いかがでしょうか。なかなかボリューミーなプラグインですよね。価格が$59で700種類のタイトル、1050種類のモーショングラフィック、そして300種類のトランジションがセットになったプラグインのご紹介です。日本円でだいたい6500円ぐらいなので、合計2050種類ものあるプラグインの価格としてはありえないほどコスパがいいと思います。しかし、このプラグインの提供元は海外ですので、英語が読めず購入方法が全くわからないという方もいらっしゃるかと思います。なので、手順を翻訳付きでご紹介させていただきます。はい、まずこの動画の概要欄に記載しているリンクに飛んでいただくと、エンバトマーケットのこのプラグイン紹介ページにつながります。このページをスクロールしていくと、先ほどご紹介したセット内容のサンプルがたくさんありますので、セット内容が気になる方はチェックしてみてください。さて、ご購入の手順ですが、ページの右側にあるこちらから進みます。ここにレギュラーライセンスとエクステンデッドライセンスというのがありますが、$199かかるエクステンデッドライセンスの方は、このプラグインを使って商用のビデオを作る方向けのプランになりますので、個人で使う場合はご紹介している通り$59のレギュラーライセンスで問題ありません。こちら Buy Now を押すとこのようなページが表示されます。このページ左側に Create アカウントというのがあり、まずアカウント作成から入る形となります。名前、名字、メールアドレスを入力し、利用規約同意のチェックボックスにチェックを入れて、緑色の NEXT ボタンを押します。そうしたら次、ユーザーネームとパスワードを入力するバーが表示されますので、ここはお好みで入力してください。こちら一番下のチェックマークは、お知らせや広告メールを希望しますかという欄ですので、これはどちらでも OK です。入力したら緑のボタン Create Account and Continue を押します。そして続いて請求先住所の入力です。企業で購入する場合は会社名、個人で購入なら会社名は空欄で大丈夫です。アドレスライン1と2がありますが、ここにはお住まいの番地や部屋番、町名を入力します。住所が短い方はアドレスライン2の方は書かなくて構いません。入力し終わったら緑のボタン Save and Continue を押します。そうしたら最後支払い方法が出てきます。クレジットカード、PayPal、スクリルの3つの手段からお選びいただけますが、どの手段でも手数料として$2上乗せされます。おそらく一番多いであろうクレジットカードの情報記入欄はこのような形になっています。支払い方法を入力したら再度入力した情報をすべて確認し、緑のボタン Make Payment を押して支払いを完了します。そしたらこのようなメールが届きますので、緑のボタン My Download をクリックします。そして表示されたページに購入したプラグインがありますので、緑のボタンダウンロードを押し、一番上のメインファイルを選択します。
するとこれでダウンロードが開始されます。さて、ダウンロードが完了したら、ファインダーにあるダウンロードの項目に、ビデオハイブというフォルダがありますので、その中からグラフィックス、アイコンズ、タイトルズの3つのフォルダをコピーし、ムービーのモーションテンプレーツの中にあるタイトルズにペーストします。そしてダウンロードの項目に戻り、同じくビデオハイブのフォルダの中からトランジションズをコピーし、今度はムービーのモーションテンプレーツの中にあるトランジションズにペーストします。これでプラグインが Final Cut Pro で使えるようになりました。実際に Final Cut Pro を立ち上げてみると、各種プラグインが追加されていることがご確認いただけると思います。ちなみにビデオハイブの中にまだフォルダが2つ残っていますが、1つはチュートリアル動画、そしてもう1つは効果音のフォルダです。効果音は使うことがあるかもしれませんので、フォルダの中にキープしておいた方がいいかもしれませんね。はい、まずプラグインの使い方なんですが、そんなに難しくありません。Final Cut Pro のタイムラインにプラグインを持ってくると、ここの一番左側にインスペクタと呼ばれるアイコンが表示され、この中で代替作業を完了できます。例えば、このプラグインの場合だと、まず一番上に Build In、Build Out というものがありますね。これはアニメーション付きのタイトルについていることがあり、Build In が最初に文字が登場するアニメーションをつけるかどうか、そして Build Out が最後に文字などが消えていくアニメーションをつけるかどうかのチェックマークとなります。そしてその下の OSC コントロールというのは、早い話、編集画面上のコントローラーの表示です。このコントローラーを使うと、サイズ調整やタイトルの位置をマウスで楽に操作することができます。その下はポジション、つまりタイトルの位置調整です。X が横方向、Y が縦方向で長押ししながらマウスを上下に動かすか、数字を入力することでタイトルの位置を細かく調整することができます。その下はスケール、大きさです。このバーを動かすと全体の大きさが変化します。そしてその下はポインターカラーというのがありますね。ここではタイトルの一部に含まれている画像の色が変更できます。アルファベットの V のような画像の色が変わっているのがお分かりいただけるかと思います。これはプラグインによってはポインターカラーと書かれていない別名の時もありますが、色変更の仕組みは一緒です。そしてその下のポインターオパシティで画像の透明度を変更できます。もし使わないんだったら数値を0にして完全に消すこともできます。続いてその下は各テキストの項目が並んでいます。このタイトルはアニメーションがついていて、最初にスタートというテキストが出た後にセッションというテキストが出てくるので、これらの設定をそれぞれ変更することができます。例えば上の文字のテキストを日本語にしてみて、フォントを変えてみます。そしてサイズのところで大きさを少し小さくしてみましょうかね。続いて下の方もテキストを書き換えて、フォントをまた違うものにしてみて、色は赤、そしてアンカーポイントの Y 軸を使って少し位置を下にずらします。これでタイトルがこんな感じに生まれ変わりました。そして面白いのがその下、グラディエントオーバーレイという項目です。これはタイトルにグラデーションカラーをつけるための場所です。ここにチェックを入れると使うことができ、下のカラー2色でこのようにタイトル全体のグラデーションを作ることができます。続いてその下にはドロップシャドウというのが一つだけありますが、これはテキストの文字周りにつけるカラーシャドウです。今は何もついていない状態ですが、下のバー3つをいじってみると、このようにシャドウが出てくるようになります。また、一番下のアングルを操作して方向を変えることもできます。はい、以上がプラグインの編集ポイント、インスペクタの内容でした。どうでしょう、なんとなくつかめましたかね。
内容を覚えようとするより、とりあえず適当にいじってみると意外と簡単ですので、ぜひいろいろアレンジしてみてください。今回ご紹介したプラグインを使って旅行チャンネルのオープニングを仮定した動画を作ってみました。まずはご覧いただきましょうかね。はい、いかがでしょうか。旅行の楽しさが伝わってくるいい仕上がりなんじゃないかなと思います。見た感じ作るのは相当大変そうですが、このプラグインを使うと意外とそうでもないんですよね。こちらのタイムラインをご覧いただければわかると思いますが、編集内容がかなりあっさりしているのがお分かりいただけるかなと思います。こちらに複合クリップが2つありますが、どちらも中身はタイトルと映像だけになっています。これはタイトルと映像をトランジションで一緒に消えるようにするために複合したクリップとなります。もちろん各プラグインの調整はしておりますが、それでも全体たったこれだけの編集量でこのクオリティが出せているわけなので、これは実際使ってみてかなり驚きでした。今回ご紹介したタイトルズグラフィックス&トランジションズ2050は700種類のタイトル、1050種類のモーショングラフィック、そして300種類のトランジションがセットで合計2050種類ものプラグインがあるので、もうこれ一つあればファイナルカットプロの編集で困らないんじゃないかと思うぐらいボリュームがありました。しかもお値段も$59と非常にお求めやすいプラグインですからね。ご覧いただいた通り、プラグインの編集も決して難しくなく、作業量も多くないので非常に使いやすいものだなと感じました。クオリティが高い映像が手軽に作れてしまうっていうのは本当に嬉しいポイントです。これは口コミでも星 4.9 ととても高い評価のプラグインですので、間違いなくおすすめすることができますね。このプラグインは概要欄に記載しているエンバトマーケットからご購入できますので、もっと動画のクオリティを上げたいという方はぜひチェックしてみてください。購入したらぜひコメントで教えてくださいね。それではこの動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。